So why am I celebrating Chinese New Year when I'm a Japanese? That is because it's a big thing here. 70% of the people in Singapore are said to be Chinese. なんで、今日はこの動画では日本人の僕が、旧正月を、旧正月の準備をしている映像をお届けしますね。ここの旧正月の特徴とか日本との違いをお見せできたらなと思います。だがその前にお腹減ったんでなんか食べるものを探しましょう。でこのシーズンは僕がもうトップレベルに、好きなシーズンですね。シンガポールのとにかく街に活気があって、赤色で溢れてます。この中華の文化では赤色が、縁起のいい色ですね。なんで、チャイニーズニューイヤーになるとみんなこういう赤いグッズを買いますね。日本でも昔は旧正月が祝われてたみたいで、今は1月1日なんだけど、他にはシンガポールの他には中国とか、あと韓国とか、あと東南アジアのベトナムとか、その辺の国も今旧正月を祝ってますね。結構違いますよ。僕も昨年も旧正月過ごしましたけど、日本と全然違う。一言で言うとにぎわいますね。日本って結構静かじゃないですか。静かにもう新年を迎えるって感じだと思うんだけど、もうシンガポールは爆竹、花火、親戚とワイワイ集まって、麻雀したりとか、そんな感じですね。お酒とかもシンガポールは普段はあんまり飲まないですが、旧正月になると、親戚と集まって飲んだりとか、あと、パンダはねよくわかんないね。So this is where you should come if you want to eat local cheap food, and they also have like lots of stores selling New Year clothes. So I think I'm gonna shop here after eating my lunch. So this is where everybody eats. かなり安いです。バラエティ良くて、相場的には1皿200円から高くて500円ぐらいでみんな食べますね。東京で働いてる時とか1000円でしたからね。だいぶね安いですよ。でここにしよっかな。アヒルですね。はい、チャーシューダックライス。ダック。チャーシュー and ダックライス。はい、買いました。チャーシューダックライス。これで7ドルなんで全然安くないですね。じゃあこれ豚肉。little dry, but good. でこれが多分こいつが高かったですね。アヒル。外れないけど多分人気店ではない気がする。It's not the best. It's not bad though. これもうパッパと食べて買い物ですね。はい、ごちそうさまでした。で今日やることなんですけど、いくつかあります。まず1つ目に、旧正月用の新品の服を買う。で2つ目にマンダリンオレンジ。あとは、旧正月に食べるお菓子ですね。はい。でこっから来ました僕は。ただあそこはかなり観光客が多いので、ここですね。さっきのホーカーズの真下にある階で、まずは服をね買いたいなと思います。でこれ中華系の伝統で、旧正月特に初日は、新しい服を買います。でかなり伝統的な人だともう上だけじゃなくてパンツも靴下もズボンも全部新品で、より伝統的な人は色も赤です。
だからここのシンガポールでもかなりその、なんだろう、伝統的なおばちゃんとかはもう真っ赤ですね。上から下まで真っ赤、しかも脱いでも真っ赤みたいなはい、探しましょう。大大件你可以穿的。So I'm looking for a good one, but ちょっとおばちゃん用が多いですね。あとはなんか男性用があってもちょっとなんていうのかなアンコスタイル、ちょっとおっちゃん臭い場所柄しょうがないですね。ただね、安いと思う。値段は値段書いてないな。多少钱吗35， ？3次35。你是日本人呐？啊，啊日本人呐？ ，banana 啊，你是什么人？什么人？啊，日本人啊。How much are these? 啊， How much? 多少钱？35？ 35。 35？啊。ああ、ちょっとお高めですね。OK OK。Okay. Do you do discounts? あ、can? ショッピングセンター高い。そうそう、高い高い。安い。安い。ここはちょっと高いけどね。35か。かわいいね。かわいい。いや、ナイスカラー。いや、かわいいカラー。かわいいカラー。あ、日本語上手。あ、Your Japanese good. Okay, let's find the perfect one. 35かでも。何枚35。 2枚3枚1枚。 1枚うん。1枚15ドル。15ダメ。ちょっと高いな。30。OK OK。ちょっと高めですね。去年はメインストリートの方で20ドルぐらいで買った。これはお母さん。お母さん。あ、お母さんにこれか。ちょっと日本円な、日本円 OK。いや日本円似合わないと思うなこれ。あら。Looking for mine. For mine. これ。Okay, okay, okay. Let me Okay. look for a good one. 35ドルは、いや負けて30ドルって言ってたからかなり高めですね。22ドル。さっきのお店は35ドルだったんで一気に13ドル安くなりましたね。でここでも値引きはできると思うんで、てかこれあれだ、僕持ってるわこれ去年買ったやつですね。確かね20ドルぐらいで買えたんで2ドル割引できますね。ここでいいや。ここの方がね圧倒的に安いですね。意外でしたね。これでいいかな。 OK、 これにしよう。じゃあここからあれですね、値引きタイム。How much is this? 22. $20 can? No, 22. Okay. Yeah, if you're okay, you can take it. No, Alright, okay. sure. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Happy New Year. はい、割引失敗去年ね20ドルで買えたんですが、まあしょうがないですね。で次お菓子を買います。でいろいろあると思うけど、これは旧正月用のちょっとスペシャルなお菓子です。甘いものから魚の皮とかちょっとしょっぱいものまでレンコンとかもありますね。でこれなんで買うかというと、旧正月は家族全員で集まるんですよ。もう遠い親戚もなんで、その時に食べる用のお菓子ですね。 Buy 6 free 1。 How much is one? No different price. Different price. Yeah. Okay, okay. Thank you. Crispy and nice. Yeah. How much is this one? This one we have. So yeah, $10. This one also 思っ very たより高いな。Okay, sure, sure. Try. The taste is different. Okay, okay. Yeah, try. I will try. Then buy, no good, don't buy. You can Sure, sure. try. Thank you. Very nice. Yes. Pineapple ball. Yes. 台湾でもパイナップルケーキってあると思うんですけど、シンガポールにも、旧正月になると、パイナップルのケーキを食べます。でこれは何でかというと金運ですね。色が金色なんで金運が上がるとされていて、みんなそれを食べるって感じですね。
やっと安いお店見つけましたね。ちょっとサイズ小さいんだけど、これで 2.8 ドルで3つ買うと8ドル、1ドルディスカウントですね。これ買おうか。でまず定番のパイナップルケーキですね。パイナップルタルトか。これも美味しそう。ピーナッツパンチって書いてますね。 Thank you. Okay, got my New Year's treat. で、ほんとね、もう大変、暑すぎて大変It's not easy to prepare New Year's in Singapore. It's too hot. で、他には、落花生とかも人気ですよね。あとはこういう高級食材とかも人気ですね。しいたけとか、高級しいたけですね。高級しいたけとか、あとはアバロン、なんだっけ、アバロン、日本語が出てこない。僕の後ろにあるのは風水ショップですね。風水はシンガポールでは結構信じられていて、例えば家買う時とかも風水的にいいかどうかとか、あとはみんな知っているマリーナベイサンズの隣のシンガポールフライヤーあるじゃないですか。観覧車、あれもオープン当初はあんまり業績が良くなかったんですよ。でそれなんでかといったら有名な風水師たちが回り方が良くないとっていう風なことを言われて、で今は実はオープン当初から逆向きの回り方をします。これもシンガポールでは風水が信じられてるからなんですよ。なんでああいう風水グッズも人気はありますね。 And we're back to the clothes shop. 高い高い服屋さんに戻ってきましたね。見てください、ここ真っ赤でしょ。待って、ここにいるだけで運気が上がりそうな運気が上がりそうな気がしますね。でこれ全部新年のグッズです。でこういうドアとかに飾り付けられるような、ストラップもあったり、一番これだ、これが一番いいですね。はい、いろんなデザインあるんですが、これ何かというと、アンパオって言います。または、本パオ。日本でいうお年玉、真っ赤なんですよ。日本と違って真っ赤。日本のは白いですよね。親から結婚してない子供に贈られる。だから結婚してない限りはもうずっともらえるって感じだと思う。でこれは会社でももらうことがあって、実際僕も前の会社、シンガポールの会社では、上司にもらいました。50ドルぐらい、だから4000円ぐらいなんか嬉しいですよね、やっぱもらえると。 Okay, finally found it. I was literally walking around 15 minutes to find this. はい、マンダリンオレンジです。1個 1.5 ドルなんで100円ちょっとで、これはかなりシンガポールおよび中華圏で、重要ですね。親戚回りするときに必須になります。この親戚の家に入るときにこのマンダリンオレンジを2つ準備して、入ったと同時に渡すんですよ。運気を上げるために有効とされていて、とりわけ、金運です。帰るときにもオレンジを渡されます、2つで。これは何でかというと、運気を回すっていった意味で、帰るときはもらうんですよ。家に上がって渡して、その時にゴンシーファーチャイって言います。これはどういう意味かというと、いい年になりますようにっていう意味ですね。それがあれです、オレンジです。かなり重要。これがずっと見せたかったけどなかなかなかったね。はい、で今実はさっきいたエリアとは反対側にいるんですけど、そんな感じかな今日は。他にね、なんかお見せできるものあるといいんですが、なさそうなんで、この辺で動画を終わりにしたいと思います。僕の日本人が、チャイニーズニューイヤーの準備をしているっていう動画でした。当日はね撮影するかどうかちょっと分かんないんですが、とりあえずひとまずは、皆さん良いお年を。ハッピーニューイヤー、ゴンチーファーチャイ。